こんにちは。ジャパニーズアベニューへようこそ。タケレです。みゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今日はですね、もう皆さんご存知世界的なコーヒーチェーンスターバックス、その、意外な歴史とか隠された秘密に迫っていきたいなと思ってます。そうですね。有名な緑のロゴありますよね。実は由来とか初期のデザインをめぐってはちょっとした論争もあったってご存知でしたか？へえ、そうなんですか。それにスターバックスを今のような世界企業にした立役者っていうのが創業者じゃなくて後から入った一人の従業員だったっていう話もなかなか面白いんですよ。うわ、それは気になりますね。驚きの事実が満載な予感です。これはもう最後まで聞くしかないですね。では早速ですが、まず驚いたのがスターバックスって1971年にシアトルで始まった時、コーヒーを飲む場所じゃなかったんですよね。ええ、そうなんです。パイクプレイスマーケットにできた最初の店はジェリー・ボールドウィンっていう人たち、3人の友人が始めたんですが、高品質なアラビカ種のコーヒー豆、それも包囲線した豆と、あとはコーヒー器具ですね。それを売る小売店だったんです。小売店。はい。当時、アメリカで主流だったちょっと薄い感じのロブスタ種じゃなくて、もっと深白煮の豊かな風味のアラビカ豆を広めたいっていう、そういう情熱があったんですね。その包囲線技術自体は、ピーツコーヒーっていうアルフレッド・ピートさんから学んだものだそうです。なるほど。名前の由来もちょっとユニークですよね。スターって始まる力強い言葉を晒してて、鉱山の名前スターボーと、あと小説の白目買いに出てくる一等航海士スターバック、これを組み合わせたって聞きました。ロゴのセイレン、人魚ですけど、あれもコーヒーが海を渡ってやってくる、その歴史とか人を引きつける力みたいなものを象徴してるとか。ええ。でも本当に最初は豆を売ることに、徹していた。そこに天地が訪れるわけですね。そうなんです。ハワード・シュルツという人物が入社します。もともとはマーケティング担当として。で、彼がイタリアに出張した時に、現地のエスプレッソバーの文化、人々がコーヒー片手に語り合ってる、その活気にすごく感銘を受けるんです。ああ、なるほど。これだって思ったわけですね。これをスターバックスでやりたいと。でも創業者の人たちは、いやいやうちは豆屋だからと、品質にこだわりたいからカフェ展開は反対した。そうなんです。ここで意見が分かれてしまう。まさに運命の分かれ道。ええ。で、シュルツさんは諦めきれなくて、結局一度スターバックスを離れるんですね。それで自分でイルジョルナーレというイタリアンスタイルのカフェを開業して、これが大成功するんです。ほう、自分のビジョンが正しいって証明したわけですね。まさに。で、その成功を見て、今度は創業者の方が、スターバックスの事業をシュルツさんに売却することを決めたと。それが1987年、380万ドル。ここからある意味私たちがよく知るスターバックスの本当の物語が始まるのかもしれないですね。そうですね。シュルツさんはスターバックスを買収した後、自分の店、イルジョルナーレをスターバックスブランドに統合して、そして有名なサードプレイスというコンセプトを打ち出したんです。家がファーストプレイス、職場がセカンドプレイス、そのどちらでもない居心地の良い第三の場所。これがすごく時代のニーズにあったんですね。ただコーヒーを飲むだけじゃない、空間とか体験を提供するっていう価値ですね。ええ。それが多くの人に支持されて、1992年には株式を公開して、企業価値も一気に上がっていったわけです。その後の進化も本当目覚ましいですよね。例えばロゴ。さっき話に出ましたけど、初期の清麗園ってもっとリアルな感じで、人によってはちょっと刺激的すぎるみたいなデザインだったのが。そうそう、群れが描かれていたり、尾びれが2つに分かれていたり、それがやっぱり世界展開していく中で、いろんな文化への配慮とか、ブランドイメージの調整もあって、徐々にシンプルになって今の形に落ち着いたんですね。紙で隠したりとか。なるほどな。商品開発もすごいですよね。フラペチーノとか。あれも実はスターバックスが買収した別のコーヒー会社のレシピが元になってるんですよ。へえ、そうなんですか。あとは、ビアっていうインスタントコーヒーも独自の技術で作られていて、常に新しいものを取り入れる、そういう柔軟性があったんですね。韓国で始まったサイレンオーダーっていうモバイル注文システムが世界中に広まったっていうのも、顧客体験をすごく大事にしてる証拠ですよね。ええ、そうです。今や世界80カ国以上ですか？店舗数も約3万6千店。本当に巨大な企業ですけど、その原動力っていうのは、
やっぱりシュルツさんがイタリアで見たカフェ文化とサードプレイスっていう、明確なビジョンにあったんでしょうね。本当ですね。そして最近は単なるコーヒー屋さんじゃなくて、なんかテクノロジー企業みたいな側面も強めてる気がします。まさに、モバイルアプリの機能強化とか、ポイントプログラムとか、あとはちょっと前には暗号資産、ビットコインでの決済を試したりとか、コーヒーを提供するだけじゃなくて、顧客とのつながり方とか、利便性をデジタル技術でどんどん進化させようとしてますよね。いやー、面白いな。一軒のコーヒー豆の小売店から始まって、文化を作り出して、今度はテクノロジーを取り込んで、常に変化し続けている。このスターバックスの歩みっていうのは、他のビジネスにもなんかヒントがたくさんありそうですね。そう思います。単に商品を売るんじゃなくて、体験を売るっていうことにすごく早くから着目して、それを時代に合わせて進化させ続けてきた。それが成功の、一番大きな要因かもしれないですね。さて、それでは今日の深掘りから、日本語学習者の皆さんにも役立つ表現を少しご紹介しましょうか。はい。今日は2つほど。まず、何々をきっかけに。これは何か出来事が原因とか動機になって、次の行動が起こるという時に使います。例えば、今日の話だと、シュルツはイタリア出張をきっかけに新しいカフェのアイデアを得ましたのように使いますね。なるほど。イタリア出張が原因でアイディアが結果として生まれたと。わかりやすいですね。もう一つは、何々に過ぎなかった。これは、それ以上のものではないとか、限定的な意味だよってことを示したいときに使います。例えば、創業当初、スターバックスはコーヒー豆の小売店に過ぎませんでした。つまり、カフェではなかった。ただの小売店だったというニュアンスですね。ほうほう。たったのだった。でしかなかったみたいな感じですね。これも便利そうです。ぜひ使ってみてください。いや、しかしスターバックス、本当に奥が深いですね。意外な誕生秘話から世界的な成功、そして未来への動きまで、すごく興味深かったです。そうですね。普段何気なく利用しているブランドにもたくさんの物語が隠されているんだなって改めて感じますね。ジャパニーズアベニューでは、これからも皆さんの知的好奇心をくすぐるような面白いトピックをどんどん掘り下げていきます。さて、もし今日のこの話が面白いなとか役に立ったなと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録、それから高評価、そして通知設定もどうぞよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の配信でお会いしましょはい、また次回お会いしましょう。う。さようなら。さようなら。Welcome to Japanese.